どうも小江です。目の前に素晴らしい光景が広がっていますが、僕は今ハワイ島に来ています。日本人がハワイ旅行でまず訪れるのはホノルル、オアフ島ですが、ここハワイ島はオアフとはまた違う魅力を持った島です。ビッグアイランドの名の通り、とにかく広くてダイナミック。今も活動を続けるキラウエア火山に富士山よりも高い標高4000メートルを超えるマウナケアからの星空とサンライズ、火山の島らしい黒い砂のビーチや溶岩でできた絶景の海岸線、そしてどこか素朴でローカルな空気感、ここでしか出会えない景色の連続にきっと心を奪われるはずです。今回は人生で初めて訪れたハワイ島の魅力をたっぷりお届けします。それでは行ってみましょう。Aloha and welcome to Keohole Kona on the beautiful Big Island of Hawaii. We'll be taxiing for just a few minutes for your continued comfort and safety. はい、ハワイ島到着です。ホノルル空港から30分ぐらいで来ることができましたね。あっという間です。いい感じで晴れてますね。で、空港の外に出てきたんですけど、こんな感じで完全にオープンエアで手荷物を受け取るっていうね、ローカルな空港の雰囲気が出てますよね。はい、で空港が目の前にあって、この右手ですね、バス停のような場所にレンタカーのバスが止まってるんで、今回この赤い部分ダラーレンタカー借りたので、これに乗ってレンタカー屋さんに行くっていう感じですかね。はい、でレンタカー借りました。今回はこれで行きます。なんとマスタングです。コンバーチブルじゃないんで上は開かないとは思うんですけどね、これがエンジンの音もかっこいいんですよね。最初日産だったんですけどね、これ準備してくれました。同じ価格でありがたい。はい、レンタカー借りて、まずは最初宿泊ホテルに行きます。今回はヒルトンに泊まるんですけど、今日はでもチェックインしてね、すぐに寝なきゃいけないんですよ。マウナケアのサンライズツアーを予約してるんで、マウナケアは標高がめちゃくちゃ高くて、寝ると高山病になって危ないんで寝ることできないんでね、ホテルで寝ます。この景色やばくないっすか。火山でできた島なんで、溶岩が固まってできたこの黒い土がずらーっと奥の方まで連なっている景色、こんな景色見たことないですよ。いやー、オアフの雰囲気とまた全然違いますね。これは自然の雄大さをハワイ島は感じられそうですね。綺麗な海沿いにポツポツと建物が見えてきました。あそこに見えているワイコロアビレッジというところに今回泊まるホテルがあります。リゾートホテルやゴルフコース、美しいビーチもあって、静かな住宅地ながらショッピングセンターも近くにあるという、ハワイ島の中では観光の拠点として人気のエリアになってます。まずはホテルに行く前にちょっと買い出しをしたいんで、ショッピングができるモールに行ってみます。はい、でホテルに行く前、途中にここもワイコロアビレッジの中なんですけど、キングスショップスっていうところですね。この辺りでは結構大きなモールになってるみたいなんで、ちょっと寝る前になんか軽食食わないときついかなって思うんで、あるかな、行ってみよう。わあ、なんかすごい雰囲気がいいな。このローカル感あふれる感じが、オアフに比べて人でゴミゴミしてないからショッピングしやすいんじゃないですか、これは。右手にはアイランドヴィンテージコーヒーもありますね。アサイーボールで有名な ABC マートみたいなやつがありましたね。これウェラーズっていう風に書いてる。こんな感じでいろいろ揃ってますね。軽食系はここにフルーツとかサンドイッチがあるけど、なかなかいいお値段がしますね。ちょっとビタミン補充のためにこれを買っとこう。ネイキッド、うまいんだ。さっきのフルーツジュースとなんかサラダラップみたいなやつ買ったんですけど、外に出るとフィッシュ&チップスのお店がありました。これにしようかな、今日の晩ご飯。簡単な軽食、真ん中にある 15.99 ドルのやつ。はい、でモールからもうすぐのところに今日泊まるホテルヒルトンワイコロアビレッジに到着です。空港からだいたい車で30分ぐらいでしたね。ハワイはやっぱホテル代が高いんですけど、今回ヒルトンは
ヒルトンタイムセアの説明会に参加して無料宿泊3泊分持ってたんで、それを今回のこのハワイ島旅に当てたので、なんと無料で3泊できます。素晴らしい。本当だったら1泊5万円台はするホテルですからね。これすごい、チェックインカウンターの前に今ね電車が来てるんですけど、こんな感じで館内がだだっ広くなってるんで、今ここにいてタワーがラグーンタワー、パレスタワー、オーシャンタワーっていう風にあって、今回はこのパレスタワーに泊まるんで、これに乗ってお部屋に向かうっていう感じですかね。すごいっすよね。こんな大自然あふれるハワイ島に最先端の電車がホテルの中に走ってるっていうね、面白い。今回泊まるのがあれかな、パレスタワー目の前に見えている、今ちょうど夕日に綺麗に照らされてますね。これまた綺麗だ。めっちゃいいですね、これ吹き抜けで開放的。はい、客室どんな感じでしょうか。無料宿泊ですけど、一応プラス25ドルで最上階にアップグレードしてもらいました。入ります。なかなか広いんじゃないですかね。まずこっち左手に広々水回りスペースがあって、バスルームはどうかな。いいじゃないですか。バスタブも浅瀬ですけどしっかりついてて、シャワーも手持ちタイプがありますね。で、こっち左側にウォークインクローゼットも広々ですよ。そしてこっち側奥行ったところにベッドがあって、若干、今暗くなってきたんで暗いですけど、広々してますしね。2人で悠々とこれは過ごせそうです。そして奥の方、ラナイ出てみると、今回は無料宿泊なんでオーシャンビューではないんですけど、最上階なんで、見晴らしがとってもいいですね。で、ハワイ島は山の景色も大きな魅力の一つなんで、マウンテンビューもいいですね。いや、むしろこっちの方がハワイ島らしい景色でいいかもしれないですよ。で、目の前に見えてるのがまさにハワイ島で一番高い山のマウナケア。あそこの山頂にこの後早朝出かけるということです。はい、ホテル着いたんで、さっき買ったフィッシュ&チップスとターキーラップを食べて寝て、マウナケアの星空に行きましょう。はい、ちょっと仮眠をとっておきました。翌朝って言っていいのかな。今時刻が2時もうすぐ20分ぐらいで、送迎が25分に来てくれるんですけど、4時間ぐらいは寝れたんで、なんとか元気にマウナケアの星空観察行けそうですね。お迎えが来て車に今乗ってます。深夜のドライブ体力的に大丈夫かなって思ったんですけど、ガイドさんが丁寧にいろんな話をしてくれるのもありがたかったですし、道自体もさっき見た通りすごいなだらかなんで、比較的ストレートの道が多くて意外と快適でしたね。で、最初の数分間はまだ標高が高くないんで、ちょっと寝ても大丈夫ですよみたいなことを言ってくれて、途中ここからはちゃんと起きてないと高山病のリスクあるから起きてねみたいな感じでガイドさんが起こしてくれます。で、途中1回休憩して、その後夜明け前の星空観察ができるエリアに到着です。はい、今 2800m の途中の地点に到着したんですけど、めっちゃ星が綺麗。動画じゃねちょっと暗すぎて映ってないんですけど、やばいっすよ。こんな感じで四方八方に素晴らしい星空が広がっているんですよね。流れ星も何回も見ることができましたし、間違いなく人生で一番の星空を目の当たりにしてますよ。あんまり僕実は星空観察とか興味なかったんですけど、さすがにこれを見ると感動しますね。今回は5月だったと思います、ね、5月ですか。じゃあちょうど天の川が綺麗に、そうですね、めっちゃ綺麗。今の時期は無理ですか？今の時期はね、冬と冬が下がって春が上がってくるんで、おそらくそうですね、南十字星がね見えてなかったと思うんですけど、今南十字星が見えてますね。それの違いがありますね。はい、星空を見ていたら奥の方からオレンジ色の光が出てきましたけど、これが朝焼けですね。ここから太陽が昇ってくるのが見られるっていうことですね。
カメラ越しにはちょっと見えないかもしれないですけど、多分下のちょっと灰色の方になっているのが雲だと思うんですよね。これは雲の上で日の出を見ることができるということで、めっちゃ楽しみだ。冬の方が積もりやすいし、冬の方が残りやすいですね、雪はね。一番右がですね、一番高いところ4205メートル、あそこに石積みで積まれている祭壇があります。ハワイの聖地です。あそこに行っちゃいけませんね。はい、到着です。標高4000メートル超え。もちろんこんなに高いところに来たのは人生で初めてですよ。雲がだいぶ下に見えますからね。最近だとこれと同じように雲の上から太陽を見たのは長野県美ヶ原高原にある標高2000メートルの大賀島ホテルというところに行った時なんですけど、それよりもさらに2000メートル高いという、うわ、常夏のハワイなのにこんなにもたくさん雪がかぶってるなんて信じられない光景だ。でも今日は本当に天候が良くて、気温も氷点下になるほど寒いわけじゃないんで、ツアーに参加すれば厚手のジャケットをもちろん貸してくれるので安心といえば安心なんですけど、そんな中でも本当に快適に目の前のこの絶景を楽しむことが今日はできてますね。これ反対側の景色もとんでもないですね。太陽の光がこっち側を照らしていて、下の方が青々としていて、上に行くにつれてオレンジのこのグラデーションを奏でている。いや、これも見たことがない光景だ。すごい感動してます。遠くハワイ島までやってきて、そして深夜開始のツアーということで体力的にも大変なところはあるんですけど、それをしてでも見る価値が間違いなくある。いや、せっかくやっぱり遠くハワイ島まで来たんだったら、このマウナケアのサンライズツアーは絶対に参加した方がいいですね。一生の思い出に残る素晴らしい景色を目の当たりにすることができると思います。煙がもこもこって出てるの見えますかね。あれ、ハレマーマ火口から出てるボルケーノスモークなんですね。なのでキラーウエサが見えてるんですね。前方雲海はあるんですけど、山の山頂の上の雲がゼロ、湿度が 7%。 今日はね本当に良かったですね。右手の山見ていただくとね、これがすごい綺麗な山の形してます。これハワイ語でプーポリアフという名前なんですけども、プーっていうのがね、山とか丘っていう意味があって、雪の女神ポリアフという名前がついてますから、この中のね、山々の中で一番これね、綺麗な形してます。で、よくね、ハワイ島のね、お土産コーナーで、例えばですね、ポストカードでよくこの山の写真を撮ってね、売られてます。この景色も圧巻ですよね。手前側にボツボツとちっちゃな小山が見えてますけど、あれはマグマが噴き出して固まってできた小さな山なんですね。で、一番奥の方にはまたなだらかな大きな山が見えてますけど、あれがハワイ島で2番目に高い山のマウナロアですね。2番目って言っても本当に今いるマウナケアと数十メートルしか変わりません。ただマウナロアの方が時が経っているんで、見た感じ黒い土で覆われてるんですよね。ただ今いるマウナケアはマウナロアよりも新しいんで、少し赤い土が残ってるわけです。山の色合いが少し違うんですよね。はい、帰り道、ここが鬼塚なんとかセンターっていう風に言ってましたけどね、こんな感じでベンチがたくさんあるんで朝食をいただきます。いやー、完全に太陽が出て、この後ろの景色も素晴らしいですよね。なんか九州の阿蘇とか湯布院とかその辺の雰囲気と似てるような感じがありますけどね。車の中に入るとちょっと眠くなっちゃうんですけど、この外に出ると太陽を浴びていい景色見て目が覚めてきて、すごい清々しい気分ですね。はい、そしてこんな感じでサンドイッチを準備してくれたんでいただきます。結構ぎっしり入ってる。うまいですね。レタスとベーコンとトマト、具材ぎっしりで美味しいですね。日本人の方がツアーで案内してくれてるんでね、ガイドも全て完璧に理解できますし、サンドイッチももしかしたらジャパンクオリティなのかもしれないですね。さっきの展望台はツアーじゃないと行くのは難しいですけど、
ここの駐車場まではレンタカーで来ることができるんでね、ガタガタ道がこの先はあるんで危険なんですけど、星空だけ見たいっていう場合は防寒具さえ準備すればツアーを利用しなくても来ることができるんですよね。さっきの展望台もレンタカーで行こうと思えば行けるんですけど、 4WD のでかいレンタカー借りてなおかつ保険なしっていうリスクがあるんでね、あんまりおすすめはできないみたいです。気温が高くなると雲が上昇します。これ夏になると、ぶわーっとですね、山の山頂付近まで雲が高くなるんですね。二重にかかる虹をもし見に出た方いらっしゃったら、幸せになれるともう言われてますね。はい、ヒルトン戻ってきました。みんな半袖半パンですね。極寒の頂上から一気に南国に戻ってきました。はい、戻ってきました。これだ、今登っていたのがマウナケアで、あそこの頂上から車で一気に下ってきたっていうことですね。展望台っぽいなんか形が見えますよね。やっぱこうやって見ると富士山みたいにとんがってるわけじゃないので、これが富士山より大きいって言われてもピンとこないですよね。 4000m 超えの山、すごいなだらか、面白い地形ですよね。で、昨日は夕方だったのでちょっと暗かったんですけど、青空いっぱいに広がってていい感じじゃないですか。緑と青のコントラスト、マウンテンビュー。一応ね、こっち側左見てみるとうっすらと青い海が見えてるんで、パーシャルオーシャンでもあるんですよね。はい、ホテルでちょっとだけ仮眠をとって、今日は午後の時間帯を使ってハワイ島の北側のエリアの観光に行こうと思ってます。ここのホノカーというエリア周辺ですね。ただそこに行く前にワイコロアビレッジの近くにめちゃくちゃ綺麗なビーチがあるので、まずはそこに行きます。はい、到着しました。ここがハプナビーチというビーチで、目の前とっても綺麗な海が広がっていますね。全米ナンバーワンのビーチにも選ばれたことがある場所なのでね、これは期待ですよ。いやー、これは綺麗だ。たくさんの人たちでにぎわっていますね。ここハワイ島はマグマが流れ出てきてできた地形なので、こう黒い砂浜が多いんですよね。全体的で白い砂浜というのはかなり貴重でして、ハワイ島の中にある白い砂浜の中では最大級のビーチになってます。で、今回宿泊しているワイコロアとか、ここのエリアもそうなんですけど、風が比較的強く吹きやすいエリアで、それのおかげで雲が停滞せずに晴天率がとっても高いんですよね。なんでせっかくリゾート地に来たのに曇りとか雨で残念だなっていう風になる確率が非常に少ないということですね。で、目の前奥に見えているのがホテルですね。右手側ウエスティンホテルがあって、いやーいいな、あのホテル一回泊まってみたいですね。次ハワイ島来た時の宿の候補の一つです。で、こんな感じで結構奥の方まで人々が遊泳を楽しんでいる感じを見ると、遠浅で透き通った海が奥の方まで続いているんですね。でも左手のこの目の前見る感じだと溶岩がボコッと突き出てる感じが分かりますよね。黒い。いやー、でもこの波の高さがちょうどいいですね。危険な感じもなく適度に遊泳を楽しめる高さ。はい、この川に行く前にちょっとランチをいただこうと、ここがワイメアという小さな町エリアになっているんですよね。右手にちょっとしたモールがあって、奥の方にスターバックスもありまして、ここのフードコートのエリアに美味しいハンバーガー屋さんがあるみたいなんでね、いただきます。と思ったんですけどね、もう Google マップだったら全然オープンって書いてるのに、今日は1時半で閉まっちゃいました。アメリカだとこういうことが起こりえますね。ここのエリアの人気店のハンバーガーだったのに、どうしようかな。はい、で、近くにあった Google マップで評価が高かったこのローカルなお店に来てみました。ザ・フィッシュ&ザ・ポック。よし、じゃあいただこうかな。結構これ美味しそうですよね、焼きたて。よし。
まいっすね。これ中にジューシーなビーフとこうカルアポークのような刻まれたポーク、そしてトマトやベーコン、レタス、卵入っていてね、すごい豪華なハンバーガー。しっかりジューシーさと、あとパンのふわふわ、ちょっとしたこう甘みも広がっていってね、いや、やっぱうまいっすね、アメリカのハンバーガーは。ポテトも揚げたてだ。うまい。結構しっかりと揚げられて若干苦みのある感じですね。はい、この川の町に到着して、まずやってきたのがここのテックスドライブインという場所で、ここで美味しいマラサダがいただけるみたいです。マラサダ、今回の旅で初めてレナーズで食べてめっちゃ気に入ったんで楽しみ。はい、でメニューがこれホットマラサダが 1.75 ウィズフィリングズっていうのがクリーム中に入れれるのが 2.75 ですね。フィリングズクリームがこんな感じでいくつか種類があります。はい、注文しました。このクリーム入りのやつですね。マラサダ、いやうまそうですね。レナーズよりサイズがでかい気がする。いやうまそうですね。揚げたて、いやー、このサクサク香ばしい表面に中がふわふわもちもちのマラサダ、やっぱ美味しいですね。結構ボリュームあるんですけどね、レナーズ食べた時にも言いましたけど、意外と小さい生地がふんわりと膨らんでるのでね、重たくないんですよ。レナーズの方がよりふわふわな気がするな。こっちの方が生地がちょっと詰まってる感じがする。マラサダを食べてこの川の町を通りながら、次は有名な絶景スポットに行くんですけど、このホノ川はハワイ島の中でも昔ながらのハワイを色濃く残したノスタルジックな街ですね。今回は時間がないんでじっくり歩くことはしないんですけど、観光地とは少し違ってがっつりローカルな雰囲気を楽しむことができるような街になってるみたいです。はい、ワイピオ渓谷展望台に到着しました。さっきまでここね、真っ白だったんですけど、やっぱりハワイ島は東海岸は特に雨季は晴れにくいみたいで雲が多いんですよね。だけどちょっと待ったらね、雨が上がってきて山の緑が見えてきました。しかしホノルルマラソンで走ってまだ膝周りがちょっと痛いんでね、この下り坂がきついんですよね。上りは全然大丈夫なんだけど、降りてきましたけど、いやーこれすごいな。 Google マップの写真で見た以上にこれ実物を見ると迫力がやばいぞ。左手の方までこれちょっとね、神聖な空気感が流れてないですか。ちょっと霧がかった感じがね、こっちの山の奥の方は。そして海側に行くにつれて空気がちょっとこう明るくなっていく感じが、いやーこれまた雄大ですね。やっぱスケールが大きいわ、ハワイ島のこの自然は。なかなかこの海沿いに崖のようにそびえ立つ景観っていうのはね、もちろん日本もこの雄大な自然っていうのは素晴らしいんですけど、ここまで急な崖が海沿いにあるっていうのは見ることできないですよね。でこの黒い砂浜に波が打ちつける感じもすごく綺麗ですよね。こっから見ると波がすごいゆっくりと登り上げていってる感じが分かります。あそこが黒砂のビーチになってると思うんですけど、さすがにねこの状態だったら遊泳はできないとは思うんですけど、いや行こうか迷ったんですけどね、これは見に来る価値があるなと思いますね、実際見たら。はい、夕食食べに来たんですけど、これマスタング夜になったらめっちゃかっこいい。下にロゴマークがこうやって打ち出されてます。で今ここ来たのがクイーンズマーケットプレイスという場所で、風が結構強いなやっぱこれワイコラは。昨日行ったモールよりもちょっとでかいんじゃないのかな。こっちのモールの方がかなりたくさん車止まってたんで、この辺のホテルに泊まってる人が夜ご飯とかを食べにもしくは買いに来てたりするんじゃないのかな。この辺はなんか ABC マートの置き場みたいなところがありますね。こんな感じでかなりたくさんお惣菜とか、奥の方にはハンバーガーとかサンドイッチとかが販売されてますね。ここが正面のエリアかな。いやー飾り付けクリスマスきらびやかですね。たくさん人が集まって写真撮ってます。昨日のモールよりもやっぱ人が多くて賑やかですね。時間帯もあるんでしょうけど、とはいえやっぱりオアフ島よりも落ち着いた雰囲気ですね。すごい
ホテルの近くにこういうモールがあると助かりますよね。ホテルで優雅にディナーっていうのもいいですけど、毎日それだとねちょっとやっぱお財布的にも厳しいでしょうし、こういった違う場所でもショッピング、お食事楽しめます。こんな感じで小規模ではありますけどフードコートもあります。で夜ご飯ここのロマノズマカロニってとこにしようかなと思ったんですけどね、なんか結構中が人混んでるっていうか、席めっちゃ空いてるんですけど人が足りてなくて入り口で大行列あったんでやめました。他のとこ行きます。でさっきのモールでちょっとピンとくる場所がなかったんで結局ヒルトンに帰ってきました。ヒルトンだとダイニングが結構こんな感じでいっぱいあるんですけど、左手はお昼しかオープンしていないお店が並んでいて、夜は右手ですね。上から123つあって、一番下がバーっぽくて軽食がいただけそうなところで、上2つが、普通のレストランっていう感じかな。はい、イタリアンに最終的にしましたけど、右手にピザですね。ピザがあって左手にはパスタとかが、料金的にはホテル価格ですけどね、便利だからいいでしょう。で裏面ドリンクがこんな感じで並んでます。はい、おはようございます。朝です。昨日は夜早めに寝てぐっすりと眠れたんで疲れが取れましたね。で朝の景色もとっても綺麗です。この右手のマウナケアから太陽が上に昇ってきて素敵なサンライズをこっち側のマウンテンビューは望むことができますね。こんな素晴らしい大自然を朝から見ることができて目が一気に覚めますね。またはい、じゃあ今日は島の南側から回っていってキラウエア火山とかヒロの方に観光に行きたいと思います。昨日は北側に行ったので今日は南側に向かってドライブをして、途中キラウエア火山、そして最後には東側のハワイ島第2の町ヒロにも行くという予定にしています。まずは朝ごはんを食べにコナのとあるカフェに向かってます。はい、でメニューはやっぱりコーヒーにこだわっているだけあって、真ん中の 100% コナ、ドリップコーヒーもあるんですけど、プアオーバーっていうやつが、多分シングルオリジンかな、こだわりのあるコーヒーだと思うんでちょっと値段が高くなってます。フードは左が、ベーグルとかいろいろありますね。どれにしようかな。はい、でドリップコーヒーとこれサーモンロックスってやつを頼んでみました。はい、じゃあコーヒーいただきます。やっぱ風味が豊かでこのコーヒーは美味しいですね。これ機械で作ったハンドドリップなんで、今回ちょっと残念ながらドリップできる職人さんがいなかったんでプアオーバーをいただくことはできなかったんですけど、またどっかのタイミングで明日とかこのコーヒー飲みたいですね。ちょっとやっぱ甘い風味がこのコーヒーはそうですね。ある感じですね。入り浅いと酸っぱすぎる。ちょうどいいですね。ちょうどいい甘さが、バランスのいい感じ。じゃあサーモンロックス、サーモンとクリームチーズと上になんか豆みたいなやつが乗ってますね。なんかこの豆みたいなやつはちょっと苦味がある感じかな。全体的にこう酸味と苦味がしっかり出てて微妙だなこれは。多分ねこの上のピクルスみたいなやつがいらない。これが苦味を出しすぎて、クリームチーズとサーモンだけの方が絶対美味しい。こっちだったら間違いない味かな。これだったらもう普通のバターとかレーズンベーグルとかそっちの方を食べた方が良かったかもしれない。それかヨーグルト&グラノーラとかちょっとヘルシーなもの食べたい人はグリークヨーグルトだったしお腹にもたまると思います。ちょっとドライブ中に立ち寄れるところがあってビュースポットになってますね。いやーすごいな。やっぱこの手前側の黒土と奥の方に見えている青々とした海、街もねちょっとちらりと見えていますけど、この辺が、ハワイ島の最南端のエリアになるんですかね。すごいですね。
アメリカ人の人たちはこう下の方まで降りていってますけど、いや本当に雄大だ。でもこんな溶岩の土の中にも少し緑の木々も力強く生えて生きてるっていうのもね、これは見応えがあります。また左手奥の方はちょっと風力発電も見えてますね、岬の方。プナルそこから入るのかはい到着です。プナルベイクショップっていう風に書いてますね。さあマラサダ、今回ハワイ島では2つ目ですけど、ここは味どうかな。結構たくさん人がいて期待できますね。いや結構たくさんにぎわってますね。でここのお店は見る限りだと、一応これほら日本語で説明書いてるんで、ビスマルクっていうやつ、チョコレートがこうやって上にトッピングされて中にクリーム、これがこのお店のおすすめっぽいですね。 3.29 ドル。他にもこんなにたくさん味がありますね。右上のトラディショナルのマラサダとか、下にはアップルやストロベリー、タロ、ガバ。いや面白いですね。なんか他より種類が多い気がする。左上のレモンケーキみたいな感じのやつもありますね。はい、で頼んだのがこれですね。トラディショナルなやつとビスマルクというお店一押しのやつ、そして左手が上にパッションフルーツ、ちょっと酸味があるクリームが乗ってるやつですね。はい、じゃあいただきます。まずはこの普通のマラサダ。美味しいですね。やっぱりちゃんとこうふわふわっとした、取り置きだけどね、意外とちゃんとふわふわっとしてて、サイズ感もこれぐらいがねちょうどいい。レナーズは揚げたてなのがねやっぱいいんですけど、こっちは多分いろんな種類楽しめるっていうのがいいんだと思うんですよね。このビスマルクチョコレートも、これうまいっすわ。中がねこれシュークリームのようなクリームが中に入ってるんで、ちょっとこう冷たくなってるから、サクサクのマラサダとこのクリーミーなシュークリームのようなクリームがすごい合いますね。これうまいですね。このクリーム入りだったらレナーズのよりも美味しいのかもしれないですね。なんで普通のマラサダだったらレナーズで食べればいいと思うんですけどね、ここに来たらやっぱこっち頼むといいと思います。でこのパッションフルーツのクリーム、これもいいわ。表面が砂糖まぶされてるんで甘みがあるんですけど、かなりこう酸味がしっかり効いてるから、甘みと酸味を一緒に味わえて、いやそれぞれ味の違い楽しめて、これは面白いですね。いやぜひこっちの南側のパナルーのエリアに来るときはね寄った方がいいですね。これはやっぱうまいなマラサダは。さあこれからまさにハワイ島という景色を見に行きますが、今回のハワイ島やっぱり物価が高くて、そんな中でも皆さんに動画を届けられているのは毎度おなじみ NordVPN さんのご提供があるからです。数分だけ宣伝を挟ませてください。宣伝とは言っても僕も海外旅行で絶対に使うサービスで、必要な人も多いかと思います。なんで自信を持って紹介します。僕が海外で NordVPN を使うのは以下の2つが理由です。セキュリティの強化と海外から日本のウェブサービスを利用するためですね。それぞれ詳しく説明すると、まずセキュリティの強化に関しては、旅中でも日常でも今の時代は外にいるとフリー Wi-Fi を使うと思うんですけど、これ安易に何でも接続するとちょっと危険があって、同じ Wi-Fi に接続している者同士だったらクレカの情報とかウェブ上のアカウントのパスワードなど個人情報を盗まれるリスクがあるんですよね。最近多いフィッシング詐欺に遭う可能性もあったりします。例えば旅中にクレカの不正利用があったり、 SNS のアカウントが乗っ取られたりしたらもう最悪ですよね。もう少し詳しく言うと、フリー Wi-Fi は無防備な状態で見知らぬ人たちの中にいるっていうイメージで、ただこのちょっと危険な状態から VPN を使うことで他の人たちから隔離された中で自分だけの空間を作って防御を固めてネットを使う、こんなイメージの状態になることができます。なんで僕は旅行中以外の普段の生活でも、例えば商品の購入や銀行口座やクレカの確認、 SNS アカウントのパスワードを入力するときとかは、公共の Wi-Fi を使う際は必ず VPN を使うようにしてます。で、接続するのも簡単で、アプリを開くとこんな感じで真ん中を見ると保護されていませんと出てくるので、クイック接続と書かれているところ、これを押すだけでセキュリティの強化ができちゃいます。で、この VPN サービスはセキュリティを強化するだけじゃなくて、実は世界中のネットワークに安全にアクセスすることができるんです。
どういうことかというと、これ意外と知らない人も多いんですが、例えば普段見ている日本で契約した動画配信サービスやウェブサイトの中には、海外からは見ることができないものがあります。僕もよく使っているねふふふふとか、日本のテレビを見られるティーフンとか、僕の場合はサッカー絶対見たいんでダフンとか、その他にもたくさん動画配信サービスはありますよね。海外のホテルとかでゆっくりしたい時にそれらが見られないのはちょっと嫌なんですよ。で、海外で Wi-Fi につないでも基本見られないんですけど、 VPN を使って日本のネットワークにつなげば海外からでも見ることができるようになります。またそうやって海外から日本のネットワークにつなげるのはもちろん、本来海外でしか見ることができないものを日本国内から見ることができるようにもなります。例えばジブリとかハリーポッターって日本からだと動画配信サービスでは見られないんですけど、 VPN を使って海外のネットワークに接続すれば見ることができるようになります。これも接続方法は簡単で、ホーム画面上の接続を検索っていうところを押して接続したい国を検索します。今回は例えばジブリが見られるトルコを検索してみると出てきましたね。これを押すだけで簡単にトルコのネットワークにつなぐことができて、ジブリを見ることができるようになるんですよ。あとは海外のネットワークに接続した方がホテル代や航空券代が少し安くなるケースもありますね。で、他にも VPN がある中で NordVPN を使っている理由としては大きく次の4点ですね。1つ目、速度が安定している。VPN のデメリットとして普通に Wi-Fi を使っている時より速度がちょっと低下することがあるんですけど、 NordVPN は比較的安定した速度が出るイメージです。次にアプリの画面が分かりやすく使いやすい。さっき見せた通り直感的に簡単に利用できます。で、3つ目が適正価格であることですね。他の VPN と比べても高すぎず安すぎず、適正価格で品質の高い安定したサービスを届けてくれます。で、最後にユーザー数が多く信頼性が高いことですね。僕の知り合いでも使っている人が多くて、たくさんの人が使っているってことは信頼されている証であると思います。こんな感じで旅中でも日常でもインターネット上のセキュリティを万全にして、ネットサーフや動画視聴、どこにいても存分に楽しみたいという方は NordVPN は必要不可欠ですね。で、今回この動画を見てくれた方限定の割引プランがあるんで、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。料金的にも1月1コインぐらいで使えますし、30日間返金保証もあるんで、気になった方は1回使ってみるのをおすすめします。では通信手段を万全にしてハワイ島の旅に戻ります。またこのビュースポットが素晴らしいです。こっち側右手にまず素晴らしい、ちょっとこう溶岩の大地が切り取られたような地形がね、そこに吹きつける波しぶきがまた大自然の荒々しさを感じますね。そしてぐるーっとこっちの方まで大海原が続いていて、一番左手の方、今から行く黒砂のビーチがあるんですけどね、これはまたオアフ島とは全然違う景色ですよね。オアフ島の東海岸のドライブもすごい気持ちいいんですけど、やっぱりハワイ島はこのなだらかに上の方に火山、高い山が伸びていく感じの大地の地形がね、唯一無二ですよ。間違いなくこっちのビッグアイランドに来ないと見られない景色が目の前に広がっています。いやー、感動的だわ。これはさっきまでちょっと目の前雲が広がっていたんですけどね、しっかりと青空広がって天気に恵まれています。やばいなこれ。はい、到着。プナルーブラックサンドビーチですね。で、これ多分下黒いのは溶岩ですよね。溶岩の上を歩いて目の前、うわー、これはすごいな、見たことがない光景だ。その名の通りなんですけど、黒い砂浜と言うべきなのか、これは岩と言うべきなのか、ゴツゴツとしたのが手前側に並んでいますけどね。でもちょっと奥ズームしてみると、あの辺は遊泳してる人もいますね。右奥の方に泳いでると、あの辺が黒い砂浜なんでしょうね。いやー、今まで世界中いろんなビーチ、日本も含めて見てきましたけど、すごい新鮮な雰囲気ですね。これは面白い。真っ黒のビーチで、ここはウミガメが結構見られる場所みたいなんですけど、波がそこそこ見た感じ強めなんでね、いるのかな。人が集まってるところがあればそこがウミガメがいる場所であったりするんですけどね。
どうなんだろうな。でこれビーチの方までやってきたんですけど、すごいわ。確かにこれ白い砂浜と同じようにサラッサラ、すごい細かいんですよね。ちょっとなんかキラキラと光っていて、鉱物か何かが入っているんでしょうかね。いや、こんな砂初めて見たわ。で奥の方にこんな感じで海が広がっていますね。でも海の中これ結構岩がゴツゴツしてるから遊泳するのは難しいと思いますね。しっかりと装備を身につけないと危険な感じがします。いやー、でもカメはいないですね。見た感じこの辺には。カメがいるわ。あそこ子供が真正面見てるけど、あの辺海の中に浮かんでいますね。表には出てこないから映像だと分かりづらいかもしれないですけどね、カメの甲羅が見えるんですよね。さあ、そして次はここハワイ島の中でも代表的なスポットであるキラウエア火山に行ってみます。到着するとこんな感じでゲートをくぐって駐車料金を払って中に入る必要があります。はい、キラウエアは初めて来たんでちょっと情報がないので、まずはビジターセンターにやってきました。この地図分かりやすいっすね。左下 1,2 時間の時間だったらこの3スポットがいいですよ、右下もっと時間あったらここどうですかっていう風な感じで書いてます。で4時間以上ある人はここもどうですかと、ビジターセンター来るとこうやって分かりやすいですね、スポットがどこ行くべきか。こんなところに無料のツアーがあるって聞いたんですけどね、真ん中のなんかチケットって書いてるやつ以外は多分無料だと思うんですけど、時間によってこうやってツアーをやってますね。今ちょっと1時過ぎちゃったんで微妙なところだな。行けるとしたらこの2時。ただ場所が上の方はビジターセンターって書いてるけど、一番下はウエカフなパーキング、ちょっと離れたところに行かないといけないんですね。どうしようかな、個人で回ろうか。はい、で途中でこんなスポットがありました。一応 1,2 時間だったらこれ見たらどうですかっていうスポットだったんですけど、こんな感じで下から湯気が出てきております。これが溶岩の熱で温められてこんな湯気が出ているっていうことなんでね、下の方がこう黒土になってますよね。でもやっぱキラウエア炎の赤いやつ見たいんでね、これだったらまだ別府温泉の地獄巡りの方がすごいじゃないかよっていうねなっちゃうんでね、次に行きましょうか。はい、今ビジターセンターからずっとこうやって車で来て一番奥まで来て、ここがツアー無料のツアーがスタートするみたいなんですけど、今回は時間合わないんで自分で回ってみようかな。でここからこのハレマウアウっていうね、この大きなクレーター、ちょっと後で見に行ってみますけど遠くから望めそうです。でちょっと戻ったところにキラウエアオーバールック展望台があるんで、ここにも行ってみよう。でここがさっき見た湯気が出ているところですね。はい、こんな感じで全体像です。はい、で奥の方に行って左手に今クレーターがちょっとちらっと見えてるんですけどね。でさっきのエクスプロアードサミットっていうツアーは、15分ほど詳しく説明を聞くことができるっていう風にスタッフの方に聞いたら言ってましたね。今回自分で回りゃいいや、それだったらね。左手のクレーターもね今ちょっと見えてすごいんですけど、こっちの右手もマウナロアが見えていて、いやー、ここから奥の方までずらーっと、平坦な道と言えばいいのかな、なだらかな道が続いていて、これも標高 4,000 メートルぐらいあるんですね。そうは見えないわ。はい、でこれがハレマウマウクレーター。いや大迫力だ。これ奥の方から湯気が立ち上がってきてますけどね、下の方にマグマがあるんでしょうね。残念ながらこの赤いマグマっていうのは見ることはできないですけど、このクレーターの生きた大自然の迫力を目の当たりにできるっていうことですよね。クレーターといえばオアフ島だったらダイヤモンドヘッドですけど、あれはもう火山活動していないと思うんでね、いわばこれはいつ噴火してもおかしくないっていうことになるんですかね。いやーどでかいですね。まるでアメリカ本土に来たかのような規模の大きさを感じます。
いや、この辺とかね、ちょっと表面が黒く塗りつぶされたような感じが、これがマグマが噴き出した部分で比較的新しいところっていう風になるんでしょうね。はっきりと分かります。で目の前がマウナロアで、マウナケアもこっち側に見えますね。ちょっと雲がかかっているんですけどね、この辺に上の方展望台の白いポツッとしたものが見えてるんで、奥の方マウナケアですね。もちろんあっちの方が山自体は高いんですけどね、距離が遠いので小さく見えてます。はい、でもう一つ、ここがキラウエアオーバールックっていうスポットで、また違う角度からクレーターが見えそうですね。ここからだとさっきよりもちょっとこう横から覗き込むような感じになるので、この下の部分がよく見えてますね。ちょっと黄色くなってるのが分かりますね、ここからでも。で次にやってきたのがキラウエア駅オーバールックパーキングっていう駐車場ですね。この下にまた違うクレーターがあるんで、これ歩いて行けるみたいなんですよね。目の前のこの地図の通り行ってみましょうか。この下のようにクレーターのとこ歩けるんですかね。で一応この先にラバチューブって書いてるんで、溶岩でできた洞窟の中、これ結構定番らしいんですけどね、今回行かないですけど、日本の鍾乳洞のような感じみたいです。この後ヒロに行く予定なんでね、あんまりここのキラウエア火山で時間は取れないんで、多分この辺りトレッキングずっとすると1日かかるような感じだと思うんですよね。さっきの下のクレーターのところも時間があれば歩けるとは思うんですけど、今回は難しいかもしれませんね。途中見れましたね。これがキラウエア行きクレーターで、これ真ん中あたりに人が歩いてますね。すごい小さいわ。こんなに離れてるんだ。なんか結構真下にあってすぐ行けるのかと思ったんですけど、人間が米粒のようにしか見れないからかなり離れてるわこれ。でも下まで行けばここのクレーターの上を歩くことができるっていうことですね。そしてこれ奥の方、さっき見ていた1つ目のクレーターですね。この辺りから湯気が出てきています。予想以上に観光にやっぱり時間がかかったんで、個人的なおすすめはサンドイッチとかを持ってきて、ハイキングというかね、そんな感じでここのキラウエアを楽しむ感じがいいかもしれませんね。周りにそんなたくさんレストランとかないので、この辺は。でずっと歩いてきたら、ここがラバチューブの駐車場ですね。ここの駐車場は結構満車になりがちなんで、さっきのところに止めて歩いてくるのも良さそうですね。この先かな。でラバチューブに行く場合はやっぱりここから降りていくんですね。もし行きたい方はもうちょっと時間にゆとりを持ってきた方がいいと思います。駐車場まで戻ってきたんですけどね、やっぱりこれ下まで行くには今ここにいるんで、さっきのラバウォークのところからさらに下に行く、こんな感じでね。それかこっちの右手にもトレイルあるんで、右からぐるーっと回っていくっていう感じですね。かなり歩かなきゃいけないんで、今日はちょっと無理だな。もしこの溶岩の上歩きたい人はやっぱ時間が必要ですね。ヒロの街中に到着しました。こっちはね本当に張りにくいっていう風に聞いてるんですけど、僕が到着した瞬間にちょっとこれ青空広がってきますよ。でやってきたのがここビッグアイランドキャンディーズ。ハワイのお土産として有名なクッキーがいくつかあるうちのホノルルクッキーとかね、そのうちの一つがここヒロが本店なんですよね。すごい、入った瞬間試食できます。 Here you go. Thank you. 100% Kana Coffee。 ナイス。でまずクッキーいただきます。ビッグアイランドキャンディーズはホノルルクッキーよりもしっかり歯ごたえがある感じですね。こっちはこっちで美味しい。でホノルルクッキーよりも若干甘さ控えめな気がする。そして粉コーヒー、浅入りですね。風味がちょっとやっぱ粉コーヒーはほんのり甘い感じ。なんかホノルルクッキーと両方違った良さがある感じでね、ハワイのクッキーはやっぱ両方ともお土産うまいですね。
あ、これはシグゼーンっていう風に書いてますね。有名なアロハシャツをデザインしている方ですね。ハワイアン航空のロゴとかもデザインしたアロハシャツのブランドといったらシグゼーンっていうぐらい、実はヒロにも店舗があるんですけどね、その人がデザインした箱ってことかな、これは。こんな感じでね、たくさんのフレーバーがあって選ぶのが楽しくなりますよね。タロとかグリーンティー、チョコチップ、パイナップル、マカダミアナッツ。ここにはキティちゃんのモデルも置いてます。トートバッグ、こんな可愛らしいトートバッグとかエコバッグも販売されていますね。トートバッグが35ドル、エコバッグが20ドル。ホノルルで買うよりやっぱりここのビッグアイランドで買った方が若干安いみたいですね。これがスタンダードのビッグアイランドキャンディーズのこの紫色のパッケージですよね。このチョコレートがディップされたやつ。クリスマスの時期なんでこんな可愛らしいラッピングのものも販売されていますね。はい、でもランチという時間ではないんですけどね、ここのヒロはこのお店有名ですね。カフェ100、ここがロコモコの発祥のお店っていう風に言われてるらしいんですけど、なんとね土日休みなんですよ。結構ヒロは土日休みのお店が多いんで注意ですね。平日に来た方がいい街です、ここは。はい、でヒロのグルメでもう一つがここの水産っていうところですね。ポケ丼いただけるみたいなんですけど、今回はちょっと日程に余裕がなくて、ここも3時までしか空いてないんでね、行くことできなかったですけど、次回来たいな。またなんかもう閉店したらこれライダーのたまり場になってますけど、なんかちょっとオールドタウンっぽいですね。でもね、雰囲気が。はい、ヒロの街中に到着しましたが、いやーやっぱなんかここはオールドタウンのような雰囲気が流れていますね。津波の影響でね、結構こう人が減っちゃったみたいなんですけどね、ここのヒロは。ここはファーマーズマーケットですね。朝じゃなくて今そろそろ夕方に差し掛かろうとしてるんですけど、開いてる店もあります。ヒロファーマーズマーケット。この下の黒いでっかいやつがね、ハワイ島のアボカドみたいで、これがめっちゃうまいらしいです。はい、で今マップを見たら近くにめちゃくちゃ評価の高いアイスクリーム屋さん、なんかビーガンで作ってるのにめちゃくちゃ美味しいみたいな評価を見たんで、せっかくなんでやってきました。ここですね、ニココ。メニューはこんな感じで、上がクリーミーココナッツ、下まで結構いろんなフレーバー楽しめそうですね。スモークトゥアーモンドとかチョコレートチャイとか特徴的なものがいっぱいで、シングルから頼むことができて2つとか4つとかフレーバーを選べる感じですかね。いやすごいですね。これワッフルコーンが焼きたて、こんな提供のされ方初めて。ジェラートもまずはこれココナッツいただきます。ココナッツミルク、クリーミーでジェラートって美味しいですね。表面がすごいクリーミーだけど中はしっとりアイスのうまみが口に広がっていく感じでうまい。ココナッツ食べると南国に来たっていう感じですよね。でこれジェラートだけど、普通のジェラートはもうちょっとこうシャーベット状な感じになると思うんですけど、どちらかというとクリーミーでアイスクリームっぽい風味ですね。コーンも一緒に。いやーこれが焼きたてサクサクでうまいですね。やっぱりこのワッフルコーンが乳製品不使用で粉味を出せるっていうのはすごいですね。植物由来でできているんで全然気づかないほどにこれはクリーミーで美味しいですね。でもここのヒロの町は地元の人たちがどちらかというと多いのかな。コナとかあっちのワイコロア西海岸の方が観光客でいっぱいのイメージですね。さっきマラサダ食べてアイスクリームって今日甘いものしか食ってねえじゃねえかよって思ったと思うんですけどね、本当だったらここでポケ丼とかロコモコを食う予定だったんですけど、時間のちょっと初めてだったのでね、タイムスケジュールをミスりました。なんでおすすめはやっぱりキラウェアをしっかりと時間確保することですかね。街の散策はこっちは結構曇りがちなんで、ヒロというよりはコナで楽しめばいいかなっていう感じですね、個人的には。津波の被害を受けた町なんで、津波博物館がこんな感じでありますね。今クローズしちゃってますけど。はい、観光終わってこれからまたコナに戻るんですけど、さらに1時間半のロングドライブなんですね。
いや長いなって思ったんですけど、ここから信じられない光景を目の当たりにします。まず目の前見ての通り曇り空が広がっててね、ちょっとこれ霧も深くて運転大丈夫かってかなり心配になってたんですよ。そしたらなんと目の前に光が現れてきて、いやこれすごいな雲の上、雲ぐらいを今通過したと思うんだけど、まあ東海岸が天気が悪くて西海岸の天気がいいから一気にこれ晴れてきたってことだ。あ、雲抜けた。うわ明るくなった。すごい。あ、雲の上だ。今左側雲が見える。すごい。向こうの方に雲見えてるわ。いや、こんなドライブ初めてだ。なんか暗闇から一気に希望に満ち溢れる世界に出てきたみたいなすごいおもろこれ。雲が目の前に見えてる。はい、ロングドライブから西海岸に帰ってきました。で、やってきたのがコナエリアですね。ようやくコナの街中にやってきたということではありますが、夕食ディナータイムです。海沿いの良さげなレストランを探したんですけど、ここにしてみました。パパコナレストランというところですね。はい、そしてメニューはこれですね。サンセットドリンクスっていう風に書いてますけど、左上にカクテルがあったり、この辺真ん中にもカクテルがあるのかな。ビールやワインはそんなに種類がなくって、左下にはアルコール苦手な人はモクテルもありますと。そんなに高くないですね、この海沿いのバーにしては。で、裏面が軽食といいますかね、フードメニューが並んでいます。上がサラダ、真ん中サンドイッチ、ハンバーガーとかももちろんありますし、一番下にはシーフードとかお肉があります。今回一番下のサーフ&タフ、いろんなシーフード、お肉が集まったやつ50ドル、これを2人でシェアしようと思います。はい、そしてドリンク頼んだのがこれですね。右手がブルーハワイアン、左手がハイビスカスクーラー、南国らしいカラフルなカクテルとモクテルです。お昼だったらね、後ろの海がブルーに輝いていると思うんですけど、夜は夜で、でもコナはこれ夜景いい感じで綺麗ですね。海の波音も聞こえてきて、はい、ハワイ島も素晴らしい旅になりました。ハワイウォーカーツアーさんのおかげで乾杯です。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、しっかり酸味の効いたハイビスカスドリンクですね。いや、暑いリゾート地に合いますね、やっぱこの酸味が。はい、でフードやってきました。サーフ&ターフ、真ん中にあるのがズドンと大きなニューヨークステーキですね。そしてアスパラガスもついていて、ガーリックシュリンプにこれがスイートポテト、マッシュポテトのような感じになってるんですかね。いやー、美味しそうですね。ステーキ結構大きい。さあ、じゃあいただきましょう。ニューヨークステーキ。いやー、赤身しっかりですね。いやー、美味しいですね。これは赤身がぎっしりとこう詰まっている感じで、でも硬すぎることなく柔らかく食べれますし、噛み締めるごとに赤身の風味をしっかりと口の中で感じれる、個人的には好きなお肉ですね。量も結構ね、ぎっしり入ってるからありがたい。いやー、今日昼食べてないんでね、またもう1個追加しちゃいましたね。チキンウィングです。いただきます。いや、香ばしく焼き上げられて美味しいんですけど、多分ね、これほんのり味噌か何かが付け加えられてるんじゃないかな。ちょっと甘辛だれのソースですね。なんか味噌と照り焼きの融合みたいな感じで普通にうまいですね、これ。
いや、まあワイコロアからここのコナは車でそこそこ距離あるんで3、40分ぐらいかな。なんで正直こうディナーのために足を運ぶかすごい迷ったんですけど、でもこの海辺ですごい雰囲気いいし、ここのレストラン結構コスパがいいと思うんで、まあ、ホテル内のレストランだったらかなり高くつくと思うんで来てよかったなって思いますね。で一応駐車場もここのお店の下地下にあったんで11ドルぐらいかな。結構この店おすすめだと思いますね。来てよかったですねですね、これは。まあ今日はちょっとね旅のプランニングをこう詰め込みすぎたんで途中でも行ったかもしれないですけど、南回りは南回りで結構素晴らしい絶景が望むことできて、クロスナ海岸と、美味しいマラサダも食べれましたし、そこは全然行く価値があると思いますね。でやっぱもうちょっとキラウエア火山で時間が欲しいな、下のクレーターにねせっかくだったら行って写真撮りたかったなっていうのがあるんで、なんでキラウエアでやっぱ時間がっつり撮ってこっちコナでディナー食べて帰るぐらいが時間的にちょうど良かったかな。欲張って広まで行っちゃいましたからね今回は。はい、そんな感じで、あんまりねハワイ島のこう観光情報ってないんで参考にしてもらえたら嬉しいですね。いやーでも何度見てもいいですねこの波は。ここコナが結構こう賑やかな感じ目の前見えてるとは思いますけどね、バリ島だったらクタビーチ、プーケットだったらパトンビーチみたいなイメージになるんですかね。で今泊まっているワイコロアのところがバリ島だったらヌサドゥア、プーケットだったらちょっと南下してカロンビーチとかカタビーチとかそういうイメージになるんですかね。でもパトンとかクタに比べたらかなり落ち着いてますけどね。あんまり騒がすぎるのは僕嫌いなんでね、これぐらいがちょうどいいわ。明日の朝飯買いに来たんですけど、これ途中で今日寄ったプナルっていう風に書いてますけど、これなんかお菓子のブランドにもなってるんですね。ハワイ島の特産品ですって書いてるんでね、お土産にいいんじゃないですか。アメリカの有名なクッキーのテイツもありますね。なかなかのお値段するな。これ今回の旅で結構飲んでるんですけど、よくよく見たらグルテンフリーでノンシュガーだから体にも良さげですね。高いけど美味しいし、ネイキッドこれいい感じですね。明日の朝飯はベーグルとかタコスとかあるけど、この辺にしようかな。サンドイッチ、卵サンドイッチこれにしようか。7.49 ドルですね。こんなカツとか日本の弁当っぽいものもありますね。夕食この辺で済ますこともできます。お惣菜たっぷり。カフェメニューを注文することができるスペースもありますね。こうやってロコモコとかチキンとかプライムリブ、これテイクアウトでホテルでも十分良さそう。健康志向の人はこの辺チキンサラダとかもあります。ほんと何でも揃いますねここのショップは。こんな感じでね、日本だったらビニール袋なんですけど、エコバッグのような感じでたったの25セントでこれもらえるんでね、お土産にもなるし、これ買った方がいいっていうかつけてもらった方がいいですよ。はい、おはようございます。今日もこんな感じで天気が素晴らしくいいですね。結局ハワイ島に来てここのワイコロアのエリアは全ての日で青空が広がるっていうね、やっぱり晴れやすいんですね。向こう側海がちょっと見えてる方もしっかり青空が広がっていますね。で北側に行くにつれてやっぱり雲があると、同じような天気が続きましたね。で朝はこんな感じで買ってきたサンドイッチをベランダラナイでゆっくりと食べて過ごしています。やっぱりこのラナイでいい景色を眺めながらくつろぐっていうのがね、ハワイの一つの素晴らしい過ごし方ですよね。昨日おとついに比べて風が穏やかなんでね、すごい心地いいです。いやー、それにしてもこの目の前のマウナケアがこれ富士山よりもでかいようには到底見えないですよね。でも確かになだらかにここから伸びていってるっていうのはわかるんですけどね、海底まで続いている火山山なので、海底を入れると1万メートルぐらいになるって言ってたんでね、その高さはエベレストを超えるというところで世界を代表する山ですね。はい、プールにやってきたんですけど、こっちが小さめのプールになるのかな。目の前に見えてるのがオーシャンタワーで、
オーシャンタワーの目の前にこれがちょっとなんかハート型になってて、スライダーもあそこ見えますね。で降りていくと川のようにプールがこんな感じで続いていて、奥の方まで伸びてますね。あの辺滝も流れててね、南国感あふれる雰囲気。そしてこの左手の景色がいいっすよね。緑と青のコントラストがしっかりと出ていて、白い砂浜ではないですけどね、人工的に作られた楽園といった感じでしょうか。素敵な雰囲気が流れています。で向こう側に見えているのもヒルトンのホテルで、向こうが魔界タワーですね。こうやって海沿いを優雅に散歩できるような作りになっているわけです。でオーシャンタワーの先っぽの方まで来たら、ここがオーシャンビューになるのかな。完全に客室もし宿泊できたとしたら、目の前にこんな感じで大海原が奥の方まで伸びていってるのが分かりますね。この辺りにもチェアとかが置かれていて、くつろぐことができるようになってます。パラソルとか置いてくれたら嬉しいんだけどな、風が強いからわざとあえて置いてないのかな。この辺はハンモックで遊んでる子供たちもいますね。で右奥の方は仏像が見えてますね。ちょっとやっぱこの辺は日本の文化も入ってるっていうことなんですかね。ハワイ島で、こっちの左側はハワイ島らしく黒い溶岩が下に見えていて、奥に青い大海原が広がっているという景色ですね。この仏像の前の景色もすごいですね。真下に溶岩、そして青い海、こっちの左手向いてみるとヒルトンワイコロアビレッジの奥の方にマウナケアがズドンと見えていますね。これもここならではの景色だ。でさっき見ていたオーシャンタワーのプールが目の前で、こっち側に左手ですね、真ん中あたりにラグーンプールがこんな感じであるんですよね。結構ここが人で賑わってますね。でここ真ん中が朝食会場みたいです。でこの奥にフロントがあって、止まっているパレスタワーはこっちの左手にありますね。目の前ですね、パレスタワー止まってるところ、こんな位置関係ですね。結構やっぱ広々してます。目の前がロビーですね。この辺りが結構たくさんアクティビティを楽しめるようになってるんですね、ラグーンエリアが。右手を見ると離島感あふれる雰囲気です。ホテル側を歩くとタワー間の移動は結構時間かかるんですけど、この海側を歩けばショートカットになるんで、意外とスムーズにプール間の移動できそうですね。でここの魔界タワーの前でドルフィンと戯れる、イルカと戯れる体験をやってますね。あんなに近くで触ることできるんだ、すごい。でもやっぱ海綺麗ですね。これ下が黒い溶岩がたくさんあるから若干黒く見えてますけど、透明度はめっちゃ高いですね。奥の方はしっかりと青々としてるのが見えてるのがわかると思いますけどね。この波の高さ、音もちょうどいいな。そして魔界タワーの方までやってきたらこんな感じで、ここのプールが一番広々としているかな。人も多いですね。すごい賑わってて、手前側には人工的に作られた砂浜もあるんですよね。この辺はキッズプールですね。亀の置物とかも置かれていて、で奥が深さのあるプールになるのかな。すごい奥の方まで行くとこんな感じで橋がありましたね。こっちの方までプールが伸びてますね。マウナロアが目の前に見えています。こっち右手奥の方までずっとプールが伸びていて、左手側にもさっきまで見ていたプール、これは家族とか子連れできたら本当に子供たち楽しめるでしょうね。今回無料宿泊ということに甘えて、ここのホテルでは全然プールで遊んだりはしてないんですけどね。今度来る機会があったらゆっくりとホテルステイを楽しむっていうのもありですね。これはコナの町の方にやってきました。今目の前に見えているのがコナブリューイングカンパニーっていう、有名なビール工場ですね。ビールの飲み比べとかお食事もいただけるところで、この先がコナの海の方面です。でランチをいただきに来たわけですが、こっち側ぐるっと右手にも商業施設があって、結構雰囲気がいい感じじゃないですか。お食事いただく場合は無料駐車場もたくさんありました。
で目的のお店はこれですね、梅けずというところで美味しいポケ丼がいただけるということなんで、最近魚食べてないんでここでいただこうと思います。結構人気店でね、ちょっと待ったら入ることできましたね。5分程度並びましたけど、メニューこんな感じでシーフードを中心にたくさんメニューがあって、頼むのはこれかな、ポケボールってやつ、今真ん中あたりにあるマーケットプライスっていう風に書いてましたよね。今回は22ドルでした。裏面ドリンクメニューはこんな感じです。左手カクテルを中心に並んでますね。ワインも結構あるな、右手の方。はい、注文しました。これソースがね、いろいろ選べるんですけど、今回はシェフのデイリーポーククリエーションっていうね、日帰りのやつかな、頼んでみました。で、ハワイオカツアーさんがダ・アボというアボカドベースのソースになるのかな。オニオンとか、こっちも美味しそう。ブラウンライスを選ぶこともできるんですね、ホワイトライスじゃなくて。はい、じゃあいただきます。これはシェフのスペシャルの日替わりってどんなソースか楽しみだな。こんな感じ、マグロたっぷり。シーチキンのようなすごいクリーミーなソースですね。美味しいわ。白米も一緒に。いやー、やっぱこの白米とお魚、生魚がね、ちょっとアメリカンな食事ばっかり食べてたんで、日本人にとっては嬉しいですよね。これを旅先で食べれるっていうのはね。で、このトッピングのロミサーモン、オニオンとかトマトもたっぷり。サーモンの風味がほんのりで、このオニオンとトマトの酸味がしっかり効いた感じがね、さっぱりしてていいわ。ハワイオカツアーさんにこっちのアボカドの普通のソース一つでもらいます。すごい表現しづらいです。マヨネーズあれなの。マヨネーズなんだ。マヨネーズにちょっとほんのりピリ辛でクリーミーな感じ。なんか結構クリーミーなソースがかかりまくってるから、ちょっと欧米人向けな味付けな感じがしますね。なんかもうちょっと醤油ベースでマグロ本来の味がしっかり味わえる方が個人的には好き。ホノルルのカカコで食べたこのシーフードのポケ丼とかめっちゃ美味しかったし、でもこれも特に生臭さとか感じずに美味しいですけどね。はい、そしてコナのこの海岸線沿いに降りてきました。右手側に綺麗な海が広がっていて、この青々とした景色ですよ。今日からちょっと曇り空が増えていくみたいでね、ただ今日ホノルルに帰るということでね、滞在中は青空に恵まれることが多くて本当に運が良かったですよ。でもここの景色もいいですよね。やっぱりホノルルよりも落ち着いた雰囲気が漂っていて、奥の方にはホテルも見えてますし、このオレンジの屋根は多分ショッピングモールですね。で、後ろに南国らしい緑のヤシの木、そしてその後ろにはまたハワイ島らしいなだらかな斜めに続く山ですよね。いやー、ここにしかない絶景という感じです。でもやっぱりね、ハワイ島は、本当だったらね、ここのコナもじっくり回りたかったんですけど、ちょっとね今回はもう空港に行かなきゃいけなくて時間がなくなってしまいました。初めてハワイ島に来て思ったのは、やっぱり移動が大変なんで、あんまり欲張りすぎて日程を詰め込むと良くないのかなと思いますね。街歩きを楽しみたい場合はここのコナに滞在した方がいいと思いますし、外食とかもねこっちの方が選択肢が豊富なんで、ただホテルステイをラグジュアリーにまったりと楽しみたい場合は、今回僕が泊まったワイコラの方ですね、そっちに滞在するのがいいと思いますし、あっちは何より晴れやすいんでね、リゾート気分は間違いなく味わえそうです。その辺ね参考にしてもらったらいいと思います。次回またハワイ島来た時はここのコナゆっくり歩き回りたいですね。